1988年から1995年までの8シーズンでグランプリ通算25勝を記録した別名フライングテキサンことケビン・シュワンツ。同時代に活躍したエディ・ローソン、ワインガードナー、ベイン・レイニーとともに4強と称された彼の人生を振り返ってみる。1964年6月19日、アメリカ・テキサス州ヒューストンにて生まれたケビン・シュワンツ。両親がバイクショップを経営していたこともあり、4歳からバイクに乗り始めた。幼い頃からトライアルを学び、10代でモトクラスに進み、瞬く間に地元でトップのレーサーになった。しかし、シュワンツが19歳の時にモトクロスの大会予選で深刻なクラッシュをしてしまい、そこでモトクロスを引退することを決意。翌年の1984年に吉村鈴木の契約ライダーとして AMA スーパーバイク選手権で活躍し始める。この当時からウェイン・レイニーとの激しいライバル関係が始まった。1988年、鈴木のエースとしてロードレース世界選手権 500cc クラスにフル参戦。第1戦日本グランプリでは前年チャンピオンのワインガードナーと激しいトップ争いを展開し、劇的な初優勝を遂げる。このシーズンは雨のドイツグランプリでも優勝し、シーズン2勝を挙げランキング8位となった。シュワンツは当初速さこそ見せるが、転倒やマシントラブルによるリタイアも多く、1989年シーズンはタイトルを獲得したエディ・ローソンを上回る最多の6勝をマークするも、同数のリタイアを喫し、ランキングは4位にとどまった。ヤマハのウェイン・レイニーとは1989年日本グランプリ、1991年ドイツグランプリ、1993年日本グランプリなど多くのレースで接戦を演じた。特に記憶に残っているレースといえば、1991年のドイツグランプリでのレイトブレーキの場面でレイニーをインから刺して抜き去るシーンが挙げられる。実際に数週前からこのコーナーへの進入スピードがレイニーより少し高いと気づいたシュワンツは、確実にインを刺すまでブレーキを我慢していたが、あの週では思った以上にスピードが出てしまい、本人もパニック状態だったらしい。しかしブレーキがギリギリのところで機能を発揮し、レイニーを抜き去ることができ、その後は一度もレイニーに先行を許すことなく、このレースで優勝した。1993年、シュワンツは手堅いレース運びを身につけ、ポイント争いをリードしたが、イギリスグランプリでのもらい事故で負った怪我のため、終盤戦レイニーに逆転を許す。しかし第12戦イタリアグランプリ決勝中、そのレイニーが転倒により選手生命を絶たれてしまう重傷を負い引退。シュワンツは順調にポイントを重ね、ポイントでレイニーを再逆転、念願のタイトルを獲得する。だがレイニーをサーキット上で打ち負かし、勝利することを目標としてきたシュワンツは、彼の怪我が治るならチャンピオンなんかいらないと発言し、初のタイトルを獲得した喜びよりもライバルを失った落胆の気持ちを表した。翌1994年、チャンピオンの証であるゼッケン1を掲げて連覇に挑むが、左手首の怪我という体のダメージと最大のライバルレイニーを失った心のダメージに苦しみ、日本グランプリとイギリスグランプリでの2勝にとどまった。同年イギリスグランプリでは破竹の勢いでポイントを積み上げるホンダのマイケル・ドゥーハンに対し、負傷した左腕をかばいながらも果敢にチャレンジを続け、得意のブレーキングでオーバーテイクに成功。得意とするドニントンパークで優勝し、これがシュワンツにとっての最後の優勝となった。1995年、第3戦日本グランプリを最後に欠場した後、第6戦イタリアグランプリにて引退を表明。これは当時日本グランプリからの帰途の飛行機内でレイニーとの話し合いの末、引退を決意したという。この時負傷していた左手首を眺めて目を潤ませながらも、どこか重圧から解放されたような清々しい姿を見せた。年間チャンピオン獲得数は勝利数の割には少なく1回だが、そのスリリングな走りで圧倒的な歓声を浴び、1988年から94年まで人気ナンバーワンレーサーであり続けた。2013年、鈴鹿8隊にチーム加賀山から参戦。
決勝レースではかつてのライバルであるレイニーのレプリカヘルメットをかぶって出走した。全盛期のスピードこそなかったものの、ベストラップはチームメイトの2人から2秒ほどしか落ちておらず、伝説のライダーとしての実力を発揮。結果は3位表彰台を獲得した。翌2014年の鈴鹿8隊には、吉村創立60周年を記念して作られたレジェンドチーム、青木信厚、辻本聡と共に参戦したが、雨の中スタートとなった決勝レースで、スターディングライダーの青木が5周目に、同じ吉村チームである津田拓也に 130R で仕掛けたところ、曲がりきれず転倒。マシンが大破したため再スタートできずリタイアとなり、シュワンツは走ることなく終わった。シュワンツといえば細身の長身を生かしたライディングフォームが特徴。上体を起こし、長い手足で巧みにマシンを操る豪快なスタイルはロデオにも例えられた。デビュー当初は童顔ということもあり、ピノキオ坊やとも呼ばれていた。また深いバンク角とレイトブレーキも特徴で、シュワンツには独走優勝というレースは少なく、終始接近戦を展開し、ゴール付近でブレーキングを遅らせて首位を奪取し、僅差で勝利を手にするレースをよく見せた。シュワンツは首位独走中にクラッシュしたこともあり、トップライダーとしては異例なほど転倒が多かったが、これは当時の RGV ガンマがライバルの NSR や YZR に対してエンジンパワーでかなり劣っていたため、それを圧倒的なコーナリングスピードでカバーしようとしていたがゆえでもある。ウェイン・レイニーとのライバル関係はよく知られていて、レイニーはどんなレースの際でも常にシュワンツとの差のみを表示させられていたという逸話も残るほど。一時期は犬猿の仲と知られており、実はその頃シュワンツはレイニーの妹と交際していた。家に迎えに行くとレイニーが仁王立ちしており、何をしに来たと睨まれたことがあるとシュワンツが語ったこともある。レイニーとシュワンツはお互いに対照的なレース展開をしていて、優勝か転倒リタイアかという極端でスリリングなレース展開をするシュワンツに対して、レイニーは優勝しなくても2位、3位に食い込む堅実な走りが特徴だった。引退後は一般ライダーを対象としたライディングスクール、ケビン・シュワンツ鈴木スクール校長を務めている。特徴的なブレーキングでグランプリ通算25勝をマークしたフライングテキサンことケビン・シュワンツ。レイニーやガードナー、ローソンなど、この時代のライバルは今でも伝説として語られているライダーばかりで、この時代のグランプリが好きだという方も多いのではないでしょうか。レイニーとのライバル関係は今でもファンにとって語られていますよね。2人のレースに対する熱い思いは、その裏話を知ると感動的です。シュワンツをまだ見たことがない方は、ぜひ一度彼の走りをご覧になってみてください。優勝できなくても彼に勝てば何より嬉しかった。おそらくレイニーも同じ気持ちだったろう。